一キャンドリアって言ってしまえばそれまでかもしれないんですけど、福島で活動を続けている団体ってなかなかいなくなってきてますし、そういう自分たちだからいろんな企業の方たちもサポートに入ってくれて、シンポジウムで集まってくれたりだとか、3月11日にイベントができたりだとかっていう中では、福島で最も厳しい安全基準を立ち上げるべきじゃないかなってことも、この双葉でやりたいことの一つと思っていて、物差しを作りたいっていうのが、最も厳しい安全基準ができて、例えば北海道の畜産系とかでそれを落とし込みましたってなったら、空気中も24時間検査、土壌も検査、もう水も検査、あらゆるものを検査していって、100g のお肉が100万円ですってなっても世界中のお金持ちは買うと思うんですよね。下から突き上げていく平和活動ではなくって、世界中のお金持ちたちの関心が何かっていった時に、その福島基準っていうその物差しが世界中の、まず先進国とかに落とし込んでいかれれば、土地の査定にもなると思うんですよね。結局ここの土地ってすごくリゾート地だけれども、隣に産廃がたくさんあってとか、基地があってとか、いやそもそもこの国ちょっと外交不安定でとかっていうことも査定が入っていければ、結果戦争とかテロって本当に有効的な手段でしょうかっていうことがいよいよ考えられるようになるんじゃないかな。まず平和活動していった先に、核の平和利用の原発ってものに出くわしてしまって、本来は日本は唯一の被爆国だし、平和憲法を与えられて育んできているって中では、もっと平和を訴えてもいいんじゃないかって思った時に、核の平和利用の原発ってものに対してクエスチョンが立ってしまったので、原発反対運動をしてたんですね。で青森の六ヶ所村のリサイクルみたいなことに対しても反対だって思って青森行ってみようとか、常にやっぱり現場に行って意見聞いていこうってことをしてたんですけど、2011年の3月11日の東日本大震災を受けて原発事故があって、でいよいよその反対運動の人たちのノウハウとか知識みたいなことが役に立つなんて思ったんですけど、意外と多くの人が国会議事堂前に行って福島危ないから行くな、東京すら危ないみたいな方に反対派の人たちがたくさん行ってたので、あれって思って、原発が危険だってことを知ってたのは作ってる人たちと反対してた人たちじゃないかなって思うと、なぜここで福島に救済に行かないんだって思って、でちょっと躍起になって福島に通うようになってやってきたんですけど、思いのほかもう結果14年とか福島の支援活動っていうか福島に通う日々が続いてますけど、やってきた感覚としては、何かやっぱり死のことについてみんなが深く掘り下げないのと同じというか、難しいことだとかちょっと危険怖いものみたいに対しては誰かがやってくれてるだろうみたいな棚上げ感がすごくって、で逆にこれはチャンスじゃないかなっていうか、原発をよりいいものを作って世界にセールスをしたいっていう方針もわからんではないんですけど、実際結局データとしては原発建てるまでも大変だし、運用するのも大変、危険もはらんでいる、そしてかつ事故起きてしまったらこれだけ保証だなんだっていうお金をかけなきゃいけないっていうことってすごくリスクがあるっていうことが分かったのであれば、変えていかなきゃいけないなって思うと、反対運動ではなくって実際どういう他のプランがあるのかとかっていうことだとか出せるチャンスじゃないかなって思うんですけど、なかなかそれが移行しづらいっていうところと、このまだまだ続く保証だとか、安全に蓋をしていく作業みたいなところを考えていくと、この原発事故で一番の大変だったことって実は風評被害じゃないかなと思っていて、この風評被害ってやっぱり怖いものが正確に数値として数値で判断っていう物差しがあるにもかかわらず、それがちゃんと機能してないっていうところも分かったので、今自分がこれから双葉町をもっと中心に活動していきたいって思ってる中では、除去土壌っていう土壌が中間貯蔵施設にあるんですけど、これもやっぱり県外に持っていこうっていう、福島の感情を考えればそれはそうだっていうことで法律化されてても、
なかなか日本人が知られてないみたいな。でそれをだから知ってもらおうみたいなことを頑張っていると思うんですけど、でも実際もうこれだけ年月経っても知られてないってことも事実って受け止めると、本来はやっぱり除去土壌とは言っても福島県内のさまざまな人たちの営みのあった場所の放射線量が混ざってしまっているとはいえ、低線量のものが全部集まってるって考えると、311の記憶そのものじゃないかなとか、原発を建てるとか原発の良し悪しみたいな全てが詰まってるものなので、これをやっぱり残して山にするべきじゃないかっていうことを双葉山プロジェクトって言ってるんですけど、そんなことを提案してみたりだとかで、これは明治神宮の森が今のお札の顔になっている渋沢さんとかがさまざまな研究者とか専門家集めて、人間がケアしなくてもいい森を作ろうってことで100年以上経って、今それのデータもしっかりすごい森になってるっていうふうになってるっていう知見があるのであれば、双葉山を安全に自然に戻していく作業っていうこともできるはずだなって思うと、山を作るっていうことが一つ始まっていけれると、毎年水害が各地で起きて、どんどん日本の体積が大海に流れていくわけじゃないですか。だったらもっと河川の掘りを進めていって山を作るみたいなことって、すごく小学生みたいですけど、土地が減っていくことを止めた方がいいんじゃないかなとか、山を作っていけばいずれやっぱり水が健全な水が得られるよねみたいなこととかも小学生で学んでいることで考えると、そういうなんかこう日本のグランドデザインをできるようなことが提案していくべきじゃないかなって思うと、一キャンドリアって言ってしまえばそれまでかもしれないんですけど、今ここまでの自分の経験してきていることで言うと、福島で活動を続けている団体ってなかなかいなくなってきてますし、そういう自分たちだからいろんな企業の方たちもサポートに入ってくれて、シンポジウムで集まってくれたりだとか、3月11日にイベントができたりだとかっていう中では、なんかこんな見た目で何やってんだっていう状態でも、そういうさまざまな省庁行政とか企業の人たちと連携して福島のアクションが始まっている中では、もっと思い切った提案をしていくべきだなと思って、今はだから双葉山プロジェクトも言いますし、やっぱりもっと言うと、その放射線量の物差しが世界で様々っていうのであれば、福島の人たちはもうぶっちゃけ検査してるし、なんでっていう思いもあるんですけど、この際添加物だとか農薬だとか、先進国でもこれもう毒物扱いされてますよみたいなことも日本ではまだまだみたいなこともあるんだったら、福島で最も厳しい安全基準を立ち上げるべきじゃないかなってことも、この双葉でやりたいことの一つと思っていて、それであれば大学を作ろうみたいな、大学とか行ってないから分かんないんですけど、大学行った人たちから聞くと、入るの大変でも入ったら1年2年友達はできるけど、もう早速就職活動みたいな、何しに行ったのっていうと何だったんだろうみたいな話を聞くと、これから人口も少なくなるし、逆になんか卒業をしない大学を作ったらいいんじゃないかなとか、このシンポジウムに集ってる学生も入るし企業も入るし省庁の人も入るしっていう、うちのやってるシンポジウムのネットワークがそのまま大学になっていければ、企業も大企業も優秀な人材取るんですけど、きっと何年か最初の新人育成ってところには投資だと思ってお金かけてても 4,5 年したら優秀な子ってもっと他の会社にフックアップされるでしょっていうのが今の時代だとすれば、これからますますそうなっていくんだとすると、企業が単独でいろんなことをしていくんではなくて、連携でネットワークになって、でさまざまな学生たちにチャンスを与えたりとか教えるっていうことをしていきながら、どこかの会社に入るけど隣の会社に行ったっていいじゃないかってやっていって、みんなで育成していくっていう形の方が理にかなってるんじゃないかなって思うと、割とこの被災地支援をしていくとこの世の中の構造が見えるんですけど、平時はやっぱりみんな縦割りで、被災地支援も縦割り気味なんですけど、それでも有事の時にはやっぱり横連携しようっていう動きが働くので、だからこそ福島で被災地支援をしている結果が、この世の中の構造も分かったし、この世の中の構造からどうしたらいいんだろうっていうことの光も見えてきたというか、なんかやっぱり亀の歩みみたいな感じでもありますけど、でも実際やっぱり協力してくださる企業も増えてきてますし、
若い学生たちが増えてきてるっていうのも一つ大きな進化かなとは思っていて、自分の中ではこれ福島基準っていうのを作る中では、福島が安全だってことを訴えるよりは、その物差しを作りたいっていうのが、最も厳しい安全基準ができて、例えば北海道の畜産系とかでそれを落とし込みましたってなったら、空気中も24時間検査、土壌も検査、もう水も検査、あらゆるものを検査していって、100g のお肉が100万円ですってなっても世界中のお金持ちは買うと思うんですよね。もうそういう時代が来るんじゃないかなっていうふうに思っていて、その下から突き上げていく平和活動ではなくって、世界中のお金持ちたちの関心が何かっていった時に、いくらでもお金で買えると思うんですけど、本当に安心か安全かっていうところに関しても買いたいはずだと思うんですよね。それが進めば、その福島基準っていうその物差しが世界中の、まず先進国とかに落とし込んでいかれれば、土地の査定にもなると思うんですよね。結局ここの土地ってすごくリゾート地だけれども、隣に参拝がたくさんあってとか、基地があってとか、いやそもそもこの国ちょっと外交不安定でとかっていうことも査定が入っていければ、土地の査定にまで及んでいくっていうことができていけれると、結果戦争とかテロって本当に有効的な手段でしょうかっていうことがいよいよ考えられるようになるんじゃないかなっていう。もうそうなってくると、国の在り方もやっぱり平和安心安全でなければいけないよねっていう風な風潮になっていくっていうことが、なんか民間一人一人のその平和活動からの盛り上げ方ではなくて、もっとビジネス的な概念で上から落とし込んだ方が平和とかっていうものは成しやすいんじゃないかなと思っていて、やっぱり福島もそうですし、今の能登もそうですけど、まさか自分たちがこんなことになるなんてって多分みんな最初は思うんですけど、意外と公的なものが何とかしてくれるだろうが次のステップで思うんですが、そうでもなかったっていう現実を受けた時に、これは自分たちで何とかせねばならんって言って誰かのせいにして終わりじゃない人たちが現れ始めるんですよね。でこれが最も自分の中でつながっていたい友人や知人、もう家族のような仲間たちっていうふうに思いたいのは、何ていうんですかね、自分は自分の個人としてはこうありたいっていういろんなことの目標もあるんですけど、成し得ていくためには仲間が必要って考えた時に、思想を植え付けていって宗教的な感じで人を集めていくよりは、むしろ俺は俺だみたいな、で誰かのせいにするんじゃなくて俺がやるんだみたいな人たちとつるんでる方が数倍健全なグループができるので、福島で見てるとやっぱり浜通り原発周辺地域は特にそういった人たちが増えてきてるし、県外からも集まってきてるので、思い切ってだからそこでじゃあ独立メディアを作ったらいいんじゃないかとか、自分たちで新たなムーブメントを作っていけばいいんじゃないかってことができていければ、そのロールモデルができて成立していくと、それを見に行きましょうみたいな、行政とかもそういった形でツアーが組まれるみたいなことにもなるので、何かもう国会議事堂前に行って反対運動をするよりは、どこか小さな場所でもいいから、一つの成功例を作ればいいんじゃないかっていう場所が、やっぱり原発の事故があった場所が自分の中で最も適正じゃないかなと思っていて、これはやっぱり日本の出来事ですけど世界でも関心があり続ける場所だと思うので、そこでこそやっぱりどうブラッシュアップしてきたのかっていうところが出し続けられるんじゃないかな。ちょっと微妙ですよね。最初の感じで言うと、オフィシャルな感じっていうのが、YouTube とかもいろいろもう暴露系からとか都市伝説系からとか問題定義とかなんかいろいろあって、それぞれ真実の部分もあると思うんですけど、でも何かじゃあどうするっていう具体的なプランが出せて、っていうところが少なかったりだとか、現地の本当のリアルなってなってしまうとまたそれも拡散率が低かったりだとかっていうこともあるし、メディアってそもそもが何かしら共産的なものを得て行ってるっていう時点で偏りが出るのは自然じゃないかなって思うと、もう少しそういう双葉町だったら双葉町で
オフィシャル的な感じのメディアができるべきじゃないかなって思うし、それはもう双葉のことを語るんではなくて、その社会の問題の一つの大きな問題が起きた場所で起こすメディアだから、その他の社会問題に関心があるライターとかそういった方たちがその双葉のメディアを利用していくみたいなことでメディアが大きくなっていければ、そこに本当に関心がある人たちがペースすればいいんじゃないかって思うし、一方でその公的な感じで言うと、災害が起きた時に国だとか都道府県に寄付とか入れがちだと思うんですけど、それは本当にやめた方がいいと思っていて、市町村っていうものも小さな国というか、運営が祭りごとをちゃんと市町村ってしてるので、その災害が起きた場所にお金がたくさん集中した方が、ほとんどの町がそんなに大金扱ったことがないからっていうことでちょっと引き気味になると思うんですけど、問題が起きてるのはそこなので、そこにお金がたくさん集まることで本気でその大金をどういうふうに使っていくのかってことを災害支援系だとかその専門家たちがちゃんとルールを作ったりとかしてネットワークとしては連携をしていれば、それが全く問題ない一番のお金の集め方と使用のされ方につながるんじゃないかなと思っていて、もっともっと自分の中ではその中央の方で発信をしてるからといって中央に対して異議申し立てとかなんかそこに集約しようではなくって、各市町村単位がもっともっと自発性を高めていくことっていうことと、市町村が真面目な行政運営ではなくて、もう少し企業的なマインドで経営マインドで市町村をやっていった方がいいんじゃないかなと思っていて、もうどこもかしこもその平成の大合併とかそういうのもそうなんですけど、せっかくオリジナリティがある村でも高齢化が進んできてるからって言っておんぶに抱っこで大きい市に引き取ってもらいましょうみたいな感じで大きくなると、大きい町で災害が起きると絶対うまくいかないんですよね。合併前のプライドがみんなあるので、結局は大きな市の市長さんがどこの村出身だったかっていうことでその村優先でしょっていう理論が発生してしまうっていうことが、これ国会議員にも言えると思っていて、いまだに国会議員って地元の票じゃないですか。これすごい矛盾してるなと思うのが、神奈川県横須賀から出る小泉進次郎さんは横須賀のために頑張りますからって言わないと票集まんないですよねっていう。ってことは国のために尽くしますって言ってるんだけども、横須賀のためにも尽くさなければいけないって矛盾じゃないですかって思っていて、本来は国会議員は国を何とかしたいっていう人たちだけが集まって話し合いをするべきだなって思うんですよね。だから本当自分が言いたいのは、派閥解体って当たり前ですけど、自民党とか民主党とか党も解体が正しいと思っていて、もうそれぞれの国会議員が軸が多すぎちゃって、自分の地元のためって軸と自分の党のためって軸とってやっていけば、あれ自分は一体何を国をこう変えていきたいって言ってたんだっけってなってしまうでしょっていうことは、冷静に考えたらみんなそういう人ばっかりじゃないですか。ってことはうまくいくはずないんですよね。国のためにって思う人たちだけがまず集まって、党とか関係なく君の意見いいねって思ったらその案をじゃあ会を開きましょうって言って熟成させて国会に通しましょうでイエスはノーでいいじゃないかってなった方がよっぽど無駄がないっていうか、もう茶番でしかないっていうか、自民党対野党みたいな茶番でしかないなって思うので、そろそろそういうふうに変えていくべきじゃないかなとは思っていて、やっぱり問題を起こった場所が問題を言わなければ動けないっていうのがシステムだと思うんですよね。国が良かれと思ってとか都道府県が良かれと思ってっていうおせっかい系がたくさんいれば多分ことはなせるとは思うんですけれども、ちょっと石川県の県知事さんもやっぱり当時はやっぱり能登半島だけではないよねっていうことは確かに石川県全域で震災はあったっていうことだとは思うんですけれども、その能登のことを能登の市町村がもっとしっかり発信していかなければ、やっぱり良かれと思ってっていうおせっかいの人たち以外は動きづらいですよね。やっぱり能登は初動でやっぱり道路本当にひどかったので、道路もぐちゃぐちゃだし電線も倒れてます、木もとか崖崩れも起きててとかっていうことなので、さすがに危険だなっていうのはありましたけど、
でもその今後のことで言えばもうこれだけその阪神・淡路から30年で一体もう毎年のぐらい災害起きてませんかっていう状況で考えるともう防災に特化した省庁ができるべきとは思っていて、今の首相もそんなこと言ってるとは思うんですけど、自分が考えるのはもうずっとこの20年やってきてて担当が変わるんですよね。省庁行政担当が変わってきますっていうとすごく熱心にやってる方も担当変わっても頑張ります思い続けますって言うんですけど、新しい職場の仕事忙しくなるのは当然でって考えた時に都会はちょっとまた難しいケースだとは思うんですけど、ほとんどの田舎はやっぱり消防団とかがありますと。で消防団あるんですけどやっぱり地域の顔役的な人が防災のリーダーっていうのになってもらって、でその地域ごとの防災リーダーと防災スタッフがいて、でその市町村単位のまた防災のトップがいるみたいな形の組織を別途作って、それが新たな職業として成り立った方がいいなと思っていて、消防団以上にそれがあって、平時はやっぱりここちょっとそろそろ危ないよねとか、ここの水道管ちょっと劣化してるよねとか、有事の時の避難場所がどうだよねってことの備えをずっとやっていきながらも、他の災害地域に派遣をして災害支援にちゃんと長期で入っていればどうするべきかってことのノウハウが分かってくるので、それでどんどん各日本中の1800かぐらいある市町村のところの全ての防災課ではなくて防災の省庁に準じたところの団体がそれを行っていれば、今度能登で発災しましたってなったら、その能登のそこが市長とか町長よりもリーダー格になって指示系統をしっかり取るっていうふうになれた方が、イベントをやってるとイベントをやってればやっぱり誰がリーダーでどういう連絡体制かってことってすごく重要だってことが分かるんですけど、震災起きると消防も警察も市町村もさまざまなところがみんなバラバラにやってるので、能登の最初の渋滞見てたんですけど、ほとんどはいろんな都道府県からの応援部隊が大型車両のはしご車とか持ってきちゃってるんですよね。でそんな大型車両小さい道路で崩れてて片側とかってやってる中で通れないですよねとか、電線あるから消防くぐらせなきゃいけないよねってやるたびに渋滞なんですよね。でも片方で自衛隊とかバイクのメンバーもいるんですよね。自分たちからするとこの渋滞、自分たちもう2日から能登入ってもう何もなさすぎるから富山にまた降りて買い物してって何度も行き来してたんですけど、この渋滞作ってる中警察もいてパトカーもいて自衛隊もバイクチームがいてってなってんだったら、連携してくれればこの渋滞の先でなんで渋滞が起きてるのかっていうことをバイクが伝えていけばいいじゃないかと。なんでかっていうと自分たちは我慢できるけど住民の方たちはもうなけなしのガソリンでなんとか下に降りたいっていう人たちもいるはずだって考えた時に、輪島に行く方向性が通行止めなのかこっちが通行止めなのかっていうことが分かれば判断しやすいって考えると、そんなことすらもできないんだって考えたら、やっぱり有事の時のトップに立てるっていうのは地域の防災のネットワークができていなければそれは叶わないなって思って。それがやっぱり災害地域の市町村は割とすぐ応援に絶対水が足りないだろうからとかいろいろ聞かせてきてるんですよね。っていうことはいろんな市町村でそうやって結構ルールが変えられるはずだと思うので、であれば国としてはもう各市町村に防災の別途省庁的なところからの文化をちゃんとしてチームを作っておくことができれば、そこのネットワークがちゃんと出来上がっていれば、究極はなんですけど時折北朝鮮からミサイルがみたいなアラーム鳴るじゃないですか。あれ鳴ったところでみんなどうしますかって言いたいんですけど、何にもしようがないですよね。あれを鳴らすんだったらみんなここの地域の防空壕どこだろうかとか避難場所どこだろうかぐらいは出すべきじゃないかって思うんですよね。あんな恐ろしいプロパガンダ的なことってないなと思っていて、で自分からするとこの防災省を作りたい理由は防衛だと思ってるんですよね。やっぱり局の方に力を入れましょうって言ってミサイルをたくさん買ったところでロシアウクライナ見てても一体どんだけミサイル飛ばしてますかって考えると終わらないじゃないですか。でも日本人は何かって言ったらやっぱり、台湾の地震を見てて思ったんですけど、台湾はやっぱり有事のことを備えてるので地域ごとのリーダーがいてすぐ防空壕に入れましょうとかっていうのがあるので蓄えがあると。だから地域の力が強かったので助け合いも早かったっ
っていう事例があるって考えると、日本人も改めて誰か任せとか軍事力強化ではなくって、各地域に防空壕もあって備蓄もあってリーダーがいて、それが変わらずちゃんと育成されていって、で他で災害が起きたら助けに行くんだよって助けに行って、どうだったってやっていければ、自分たちと同じような地域だったらちゃんと前例になれるわけなので、じゃあうちらもこういうことを学んでこういうことに生かしていこうってやっていければハイスペックになっていくと思うので、そういうふうな市町村ができていければその町で暮らしたいってなるし、そこで安心して子供も産んでいこうってなると思うので、なんかお金じゃなくって本当はこの災害多発してるってところをちゃんともうちょっと俯瞰で考えれば、どう生かすかって考えるとおのずとそういう答えになるんじゃないかなって。本当に日本で災害支援に特化した団体って2つぐらいしかないんですよね。それを多くの人に知ってもらいたいっていうか、それも大半がボランティアでやってるので数名しか給料なんか出てないっていう状況なので、それでこの災害多発の状況でやってるっていうことを考えると、実はやっぱり発災当初は公なものがたくさん来ますけど、あっという間に去っていくので、結果その後をずっとやってるのはそういう団体たちなんですけど、他で大きな災害が起きたらどうしても行かなきゃいけなくなっていくってなるので、圧倒的に足りてないんですよね。